皆さんこんにちは。ながらフライクの時間がやってきました。来ました。あんなことやこんなことを忖度なしにお届けするラジオ感覚の動画となっております。ながらフライクなので、掃除をしながらとか、コーディングをしながらとか、設定しながらとかお話を聞いていただけると嬉しいです。今日のお品書きはこちら。セールスフォースのエンジニア、このまま続けても大丈夫？早速スタート！じゃあ今日のお品書きは、セールスフォースエンジニア、このまま続けて大丈夫なんですけど、じゃあ、セールスフォースのエンジニアをこのまま続けても大丈夫かどうか、案件があるかみたいなところも結構大事だと思うんですけど、お二人はね、エンジニアの種類はさておきさ、やってるわけじゃん。このままやり続けたいの？それとも、ちょっとやべえなって思うのか、なんかどういうふうに思ってんの？エンジニアとして生き続けるのであれば、なんか他のところも手出しておきたいかなっていうのはありますね。コーディングじゃなくてってこと？書く人として生き続けるのであれば、キャリアを。ただ私の場合はそうじゃなくて、どっちかというとこの業務側の人たちを助ける手段がたまたまシステムなので、上流の工程ってやっぱりセールスフォースって業務にこう特化してるので、そのコンサルとかっていうところでいくと、私は今のキャリアでいきたいなとは思ってますね。いや、これ取ろうと思った時に、来たじゃん、フォーム営業で。うちこんだけリソースありますよみたいなスプレッドシートが共有来てさ、絶対俺って知ってるわけじゃん。僕が開業してやってるって。にもかかわらず、うちの企業こんだけエンジニアいて、しかも多分単価がね、4、50万で来たような記憶があって、いやいや、4、50万がさ、地方だから成り立ってるかもしれないけどさ、エンジニアの給料って考えるとだよ、2分の1とか、最悪3分の1になったら、50万だったら20万ぐらいで、いやなんかエンジニアもさ、エンジニアだから仕事があるっていうのもだいぶ変わってきてるなって思って、これを取ろうと思ったんですよね。それで言うと、僕も今、セールスフォースだけで6年ぐらいやってますけど、ずっとセールスフォースでいいかと言われると、セールスフォースなくなったらどうするのっていうのは常にあるので、なんでしょう、セールスフォースがずっとあり続けるんだったら、セールスフォースだけでいきたいなっていうのは、正直思ってますけど、そうはいかないだろうなっていうのはあるんです。セールスフォースが潰れることってもうないと思うんですね。ただ、縮小はしてくるだろうなと思って、セールスフォースの人たちというか、セールスフォース社のやり方もさ、どんどんちっちゃい企業に行ってるじゃん。で、営業の数もべらぼうに増えてて、僕がセールスフォースのパートナーにいた時よりも、セールスフォースの営業の人たちって、残念ながら質ってめっちゃ下がってるんだよね。これはもう仕方ないことだと思ってて、濃度が薄くなってる。セールスフォースのゴリゴリの体育会系みたいなのがどんどん薄まっていい企業になってると思うんですよね。だからその結果、いい案件も少なくなって、よしやるぞみたいな案件が少なくなって、CRM、SFA だけじゃ足りなくなってるような気もしてて。となった時に、案件はたくさんあると思いきや、薄利多売になってきてて、企業も増えてきてるし、パートナーもさ、上納金がなくなってるわけじゃないですか。お金を出さないとパートナーになれなかったのに、どこの企業でもなっていいですよ、みたいな。資格も多分なくなったんだよね、前に比べると。この資格とこの資格がないとパートナーとして見なしませんのがなくなってきてて。となると、たくさんいるからさ、エンジニアの仕事もだいぶ少なくなってる中、じゃあ、Java とか、モダンな言語の方が今後エンジニアとして生きていくんだったらいいんじゃないのみたいなのも業務委託のメンバーにもいたじゃん、うち中で。なんかそういった観点で言うと、本当このままエンジニアするみたいな。まさにその通りだと思います。もうセールスフォースでしか戦えない。もう私なんかもうまさにそうなので、特にプログラム書かないので、そうね。プログラム書かない、もうセールスフォースの機能だけで戦ってるので、まさにそう。ルナちゃんどうすんの？セールスフォースがこのままあり続けるっていう前提だったらさ、職なくなるじゃん。セールスフォースがの案件がなくなると。どう考えてるの？今使ってるのはセールスフォースなんで、セールスフォースが
なくなっていったらとか縮小していったらとか稼げなくなったらとかってなってくるとまあ困るなと、いつかはこう違うことも考えなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。例えばですけどシステムの考え方とか、あとお客さんとの打ち合わせの進め方とか、なんかシステムだけじゃないところでもちゃんとなんか学びっていうのは常に得てるなと思ってて、そういうところで別にこうセールスフォースじゃなくても得た知識でまあやってはいけそうなのかなっていうのはまあ一応思いながらやってはいます。なんでセールスフォースだけでっていうのはまあ実はまあ難しいだろうな、厳しいだろうなっていうのはまあ思ってはいます。セールスフォースをやってる人で、その他のところまで興味がある人って結構少ないんじゃないかなと思ってて、僕の場合はセールスフォースに行こうとした時に、とある理由でね、てかとある理由っていうかさ、こうめんどくさいさ、前職の社長がストップをかけてたっていうのがもうすっげえムカついたんだけど、まあもういいや、もうセールスフォースなんかするかと思ってフリーに行ったら、まさかのセールスフォースを設定するところから始まりっていうのがキャリアとしてあるから、たまたま掛け算要素としてセールスフォースフリーが出てきたからよかったけど、セールスフォースにどっぷり使ってたらさ、なくない？セールスフォース以外のことをすることって、セールスフォースの中だけで全部作ろうとしちゃうじゃん。じゃなくて持ちやでみたいな考え方が、セールスフォースしかやってない人たちってそういう考えにもならないんじゃないのって思った。沼ちゃんもたまたまフライクにいて、違う要素の掛け算のものが目の前にあるから、なんとなくここで生きていけるかなって思ってるけど、もしかしてこれ見ている人たちはそもそも全部セールスフォースで作りなさいっていう指示のもとかもしれないし、となるとやべ、セールスフォースエンジニアやめた方がいいかもとか、もっとモダンな言語に行った方がいいかもって思うんじゃないかなってずっと思った。やっぱセールスフォースしかやってないのに言うのもなんですけど、分かりやすいし扱いやすい、操作もしやすいですし、見た目分かりやすいしっていうので、しかも結構何でもできちゃうじゃないですか、無理やり作るにしても。だからセールスフォースだけってなっちゃうと、他のことをわざわざ入れる必要あるみたいな感じで、他のことをまあ排除しちゃうじゃないですけど、まあ、学ぼうとしなくなっちゃうみたいなところは僕はあったかなと思います。やっぱできちゃうのでっていう、どうしてもやっぱ面倒事って排除したいみたいなところは僕はあったんですよ。どうすか？もともとセールスフォースオンリーできたところからフライクに転職して、セールスフォースじゃないところもたくさんしてるわけじゃないですか。なんか視野の広がりとか、このままセールスフォースエンジニアを例えば見てる人に勧めるのかとか、いやセールスフォースだけだったら良くないよって言うべきなのか、なんかアドバイスというか、なんか自分のことをエンジニアってなんかあんま思ってないのがまずあって、自分の中のエンジニアってなんだろうな、もっとなんだろう内寄りのところ、プロダクトを作るとか、そういうところ、なんかそのもう原点みたいなところを作る。0から1生み出す程度。そう俺らはさ、セールスフォースっていうこのプラットフォームがあって、そこの中の用意されてる機能で何かをするわけじゃん。でも多分そのセールスフォース社には別のエンジニアがいて、新しい機能を作ろうとかさ、カスタム項目っていう項目の機能あるけど、それになんかもう一個なんか新しい機能を作ろうとかさ、っていうところをする人たちがなんかザ・エンジニアなのかなって思ってて、プロセスビルダーを最初に作った人とか、そうその後になんてプロセスビルダーからフローか、でフローに変わってフローもなくなるんでしょ？なくなる？あ、違った。フローなくなる。勝手になくなった。びっくりした。プロファイルがなくなる。ワークフロールールじゃないですか。ワークフロールールみたいなところが、で俺らもありもので、そのエンドの人たちがどうするのかっていうのをたまたまセールスフォースをこう使ってるだけだしっていうところで考えると、どっちかというと強みみたいなところは聞いて、セールスフォースの機能だったらこうじゃないですか、作りますよみたいな、なんか結構軽いエンジニアみたいな感じですね、自分的には。なるほどね、ちょっと話変わるけどさ、パスファインダーっていうのがあるわけじゃないですか、今からリスキリングしましょう、40歳50歳でこれまで全く違うことをしてました、例えばバスガイドさんしてましたとか、レジ打ちしてましたとか、ホテルマンでしたみたいな人が、今からリスキリングしてセールスフォースのエンジニアになりましょうみたいなのを、もうセールスフォース社も推してるし、国としても推してるんだと思うんだよね、あれね、俺怖いと思ってていや、素晴らしい取り組みだと思うよ、取り組み自体はすごい、だけどお客さんから見ると、その人にセールスフォースを
教えてもらう、もしくは管理者としてするってなると、セールスフォースしか興味ない人が来るわけじゃん。ってなると視野がすごい狭くなるなと思ってて、僕の中で結論あって、エンジニア続けちゃダメだと思ってて、エンジニアオンリー。僕のキャリアもエンジニアからちょっと掛け算してちょっと掛け算することによってそれなりに生きていけるようになってるから、エンジニアどっぷりはダメだと思ってて、セールスフォースがもしなくなったらとか、セールスフォースの案件が縮小したらってなると、これと掛け算することによってできるみたいなんだけど、パスファインダーの人たちと結構何回か話させてもらうと、もうセールスフォースラブなんです、もうセールスフォース神様なんですみたいな、いやいやお前待てよみたいな、それ洗脳されとるよみたいなのは良くないなっていうのが僕の持論。なのでエンジニアは続けていいけど掛け算したら良くない、その掛け算の仕方失敗すると、どっかみたいに SES の企業みたいになってスプシで送られるみたいな、なんかドナドナみたいな感じになっちゃうのは良くないなと思って。いやー、わかるかもしれないな。さっきの私の話じゃないですけど、エンジニアになりたかったらもう仕組みを作ってくださいと。プロダクトを作るのね。セールスフォースを使って何かする人たちっていうのはやっぱおっしゃるとおり掛け算で、この業務をやるためにセールスフォースを使ってこうやりましょうだから、やっぱこの前の工程っていうのができないとなんかあんまり価値ないのかなとか、要するにその人一人じゃ食っていけないわけじゃないですか。言われて作れますよ。だからキャリアっていう観点だと弱いかなと思ってて、そこまで自分でやって、こういう業務してるんですね、じゃあセールスフォースの機能これがいいじゃないですかっていう、ここができるようになってキャリアとしてずっと食っていけるみたいなのは生み出されるんじゃないかなって私も思います。よくあるさ、フライクに問い合わせをしてくれるお客さんってさ、セールスフォース社で言うと既存のお客さんになるわけじゃん。セールスフォースをすでに使ってるユーザーさん。蓋開けるとさ、何この仕組みみたいな。ようこれで月額2万ぐらい払っとったねみたいな。お客さんって、あれよくね、ザ・エンジニアが作ったと思うんですよ。で、一番最初キックオフするときに、何作りましょうかみたいな。エクセルで何管理してますかみたいな。なんかそれで設定すると、これノンコーディングでできますよみたいな、これが初期費用50万円です、30万円ですみたいな、いや確かに安いかもしれんけどさ、そこに付加価値は全くなくて、このエンジニアがなくなる。てかそれがエンジニアじゃないんだけど、そうですね、そこはなくなる。ただしっかりお客さんの業務を聞いて、こんな機能を使ったらいいんじゃないですかとか、むしろこのシステムとこのシステム掛け算した方がお客さんにとっていいんじゃないですかみたいなことをちゃんと言える人がエンジニアというか、極める専門性の高いっていう観点のエンジニアになるんじゃないかなと思ってて、なんかそのヒアリング能力が長けてる IT コンサルタントなのか、お客さんにノンコーディングで提供することが上手なエンジニアとか、セールスフォースの機能にはないけど、セールスフォースっていうプラットフォーム上で作ることで、それがお客さんの希望が叶える環境を作れるエンジニアみたいなの下じゃないと生き残れないんだと思う。生き残れない。転職してる気がする。もうなんか違う会社に、違う、全くセールスフォースをしてない人に。昔セールスフォースをいじってました、みたいな。じゃあ今からセールスフォースのエンジニアになりたい人たちって少なからずいると思ってて、ぶっちゃけ今からセールスフォースのエンジニアになる新卒、第二新卒、26、27ぐらいなる人たちに勧める？勧めない？セールスフォースもですか？セールスフォースのエンジニアになりたいんですとか、エンジニアになりたいんですっていう時に、セールスフォースのエンジニアどうって勧める？僕がセールスフォースしかそもそもやってないっていうのがあって、他を知らないから比較ができないんですけど、僕は一応おすすめはする側で行かせていただきます。ちょっと皆様がどっちか分かんないですけど、ディベートにならないように。それは何ですね。いや、先ほどの話はちょっと重複ですけど、まあ入りやすい、やっぱりとっつきやすい。とっつきやすいです。なんかやっぱりシステム作るってなった時にイメージするのって、僕も新卒で入った会社プログラマーで来ましたみたいな感じで面接行ったんですよね。けどセールスフォースプログラム書かなくてもシステム構築できるやつだから、無理してプログラマーにならなくても別にいいみたいなこと言われて、なんだそれはみたいな。プログラムを書かずしてシステムが作れるだとみたいな感じで入ったんですよね、正直。まあでも実際そうですと。フローもそうですけど、プロセスビルダーだったり、今なくなっちゃいますけど。っていうので、プログラミングをしなくてもいいっていう時点で結構システム業界に入る、なんでしょうね。まあハードルちょっと低い。まあその先は結構重要ですけど、その先のシステムとはを全く教えてくれずに、ただ構築だけさせられることも会社によってはあるでしょうけど、うちは違うじゃないですか。なんで私さっきちょっと、セールスフォースだけじゃなくて、
打ち合わせの進め方とかシステムのなんかあり方みたいなところが分かるんで、セールスフォースだけじゃないところでもいけるような気はしてますよねっていう話は結構ここに繋がってて、パスファインダーもいいんですよ。新卒でもいいじゃないですか。その先なんとかガチャじゃないですけど、その先で何を学べるかですよねっていうところは結構重要かと思います。だからパスファインダーがうんぬんとかはまだいいのかなとも思ってる派なんですよね。じゃあリツキはどっち？セールスフォースエンジニアをなりたいっていう大学生から相談がありました。セールスフォースなんかすごそうですか？これからセールスフォース来ると思いますみたいな、いやもう来とるわみたいな私はプログラミングできるからちょっとその視点も欲しいかもしれない、セールスフォースエンジニアに僕憧れてるんです。シンボリさんを見てって言われたら進める進めない？いやー、微妙。どっちも微妙だなと思ってて、まあ、その人が、まずなんでエンジニアになりたいのかみたいなところかなと思って、なんかそれこそなんかもうガリガリ作りたいんですだったら進めないですね。ゴリゴリね。あとゴリゴリ。ガリガリ。ガリガリ。ガリガリっていうからガリガリ書いて、もうコード書きたくてたまんないんですだったら進めないですね。それだったらもっとなんかアプリ作ったりとか、なるほどね、そういうことすればいいじゃんってやりますし、いやなんかちょっとセールスソースすごそうで、なんかこれ使えばなんか世界変わるんじゃないかな、変わる人たちいるんじゃないかなみたいな観点であれば、もうなってみろよっていうかもしれないですね。なんか目的がコーディングをしたいだったら進めない。セールスソースを使ってなんかすごそうだな、なんかやりたいなだったら進めるかなって思います。今さ、リツキが29、8？ はい、8ですね。新卒で入ったため21じゃん。はい。その時に戻ってるんだったら、セールスフォースする？今の知識の段階で、今このタイミングで入社できます。フライクに入社できます。はいはい。21歳です。どっち選ぶ？セールスフォースエンジニアを選ぶ？何する？いやー、これむずいなー。そうやな。沼ちゃんの場合は、はいするっていう選択肢の多分そうです。コーディングできるかもと思ってやりますって言ったら、いやコーディングしなくてもいいよって、あ、なんかハードル低くなったしいいなって思って入社する。リツキの場合はもともとはゴリゴリのコーディング、ガリガリのコーディングをしたかったんでしょ。いやー、これむずい。いや、もうおっしゃる通りで、するかもしんない。する。今みたいなこんな感じやるならね。でも、今の自分もガリッガリやりたい。そういうキャリアも楽しそうだなとか、1週間のうち1日はなんかコーディング書く時間作りたいなとかっていうのを考えると、ちょっとやめて本当にもうザ・コーダーみたいな仕事になるかもしんないけど、全ての業務をコード書いたことないから、そうなってくると多分コード飽きたわ、ちょっと表に立ってなんかしたいなってなり出す可能性もあるなと思って、1週間ぐらい欲しいですね、この回答には。でもあれじゃないですか、こういうセールスソースでなんかこうなんでしょう、業務設定とかやってますけど、こうプログラマーが本来関わらないところとかもなんか今やってたりするじゃないですか。でそれをこう今のキャリアでできたのは僕いいことかもしれないと思ってて、最初からこうがっつりプログラマーで入ってて30歳40歳になりましたって時に、もしかしたらそういう会社行けないかもしれないし、プログラムしか書けませんだからいいんじゃないですかってそうだ選べるかもしれない。そう、なんかここから進化みたいなところでいくと、やっぱちょっと今からガリガリはやめた方がいいかな。AI が書くとか言ったらさ、もうなんかお前仕事しなくていいよみたいなっていう、なんかそういうとこも考えるとセールスソースいいかな、楽しいかな。あ、そっか、僕プログラマーは伝えないって勝手に思ってたっすけど、そんなこともない。いやだからそれこそプロセスビルダー作りましたとか、 01そういう人たちは廃れないよ。そっか、ありもので作る人たちは多分いくらでも AI がやると思う。なんかそっちの世界楽しそうだなって思うけどね、エンジニアとして、完全な01のものづくりである、セールスソースをエンジニアをするかしないかのところで言うと、就職する会社によるっていうのを僕思ってて、沼ちゃんの話も聞きながらだけど、セールスフォースでしか提案できませんとか、幅が狭まっちゃう企業に就職するとセールスフォースエンジニアとしてはやめた方がいいっていうのは僕の持論。あとはね、アドミン管理者管理者ってね、すっごい難しいと思ってて、お客さんの業務を知らないといけないわけじゃないですか、僕らからすると、ただその企業だけしかしなくていいってなると、上司的な扱い方でさ、これ設定しろあれ設定しろだけの全部ノンコーディングで済ませちゃうんですよね、でも業務を知らないアドミって他の企業に行った時に年収高くなるところって何？
ってなったらセールスソースの資格で判断されるんですよね、うん、いやセールスソースがある企業だったらいいけどさ、引っ張りだこでその人って価値上がっていくかっていうと上がんないと思ってて、なのでしっかりと業務を知って、業務に合ったサービスを提案できて、その中の一つがセールスソースだったら僕は賛成、だからエンジニアを続けるんだったらセールスソースが一つの選択肢とちゃんと持ってる人、セールスソースがいいかノーションがいいかキントーンがいいかとか、会計ソフトもこれとこれとこれがいいかとか、タスク管理もこれとこれとこれがいいかっていうのがちゃんと分かる、業務が分かった段階で適切なソリューションがはめれる、もしくは接続できるエンジニアじゃないと勝ちねえなって思っちゃうかな。なのでそれができるユーザー側の企業か、それができる提案側、僕らみたいなコンサル用な企業じゃないとエンジニアにはなっちゃいけない、むしろ普通の平均年収で普通に9時5時で働きたい人はいいと思う、ただ50歳とかなった時に若い人に仕事が取られるような気がしてる。それこそ AI がもっと進化してとか、セールスソースでノンコーディングが完全にできるようになりましたとかなったら、その人の仕事がなくなるから考えとかないと、今はいいかもしれないけど10年後20年後怖いよっていうのが僕の見解かな。だから今意外と意識高い系の話してるかもしれないですね。ただ何言ってんだこいつみたいな。ただ生きていけばいいよみたいな、その手段がセールスソースでとりあえず食っていけるだけの金額もらえればいいよだったらいいと思う。でも多分俺らが今話してるのはもうちゃんとキャリア築いて上り詰めていこうぜみたいな、誰かの幸せのためにこうなんかやっていこうぜみたいな人たちっていうのはやっぱりいろんなことできるようになって複合的にこうやれるようなスキルがいるんじゃないかなみたいな。全然話変わるけどさ、うち応募結構あるじゃん。履歴書見るとさ、1年とか1年弱とか長くて1年半でジョブ変えてる人いるじゃん、俺あれってね35歳ぐらいで終わると思ってて、だってパッて来た時に10社も並べられて、ってなっちゃうのどうしてもね、でそれが40越した後、僕が40の年なんで40越したら採用したいかっていうと怖いのね、すぐいなくなっちゃうんじゃないかなみたいなところで言うと、キャリアを長期的に考えるんだったら掛け算要素とかいるよね、ただ今のためのお金稼ぎだったらフリーランスになってノンコーディングができれば、1000万から1200300ぐらいまではいけそうだよね、フリーランスになっても、どうですかフリーランス。いやプログラムがやっぱ勝てないのでちょっと考えてないですね、やっぱりそこは。フリーランスソースアドミニストレーター募集みたいな、なんかいっぱいあるよ。でもフリーでそれを、ね、ちょこちょこやっていくの月額80万円で100時間とかある。アドミンだけでですか？へえそんなですか。それから税金とかもろもろやらなくちゃいけないっていうのももちろんあるけど、手取りだけで考えるとフリーランス化の方が今のお金は稼げるよ、その場はそうですよね。だから LTV で考えれるかどうかだよね、年数と金額で考えた時に、面積でスポットでバコーンって上がるかもしれないけど、長期的に考えるとどうなのかなみたいなところはある、まとめるとみたいな。いやまとめなくていい、まとめたくない、無理にまとめなくてもいい気がします。やっぱラジオとかも最後に別にまとめとかしないじゃないですか。やっぱフライからまとめたがりますからねごめんなさい結論から言うと最初の議事録のテンプレートで何やこの結論ってやつはながらフライク、今日はここで終了ということで、こんな感じでダラダラと、編集の人なくらしいけどね、よし何、こんな感じでダラダラと話をしていきましょう。それでは皆さんまた来週おやすみなさい前さエンジニア何なんだよみたいなの言葉が良くない。エンジニアという言葉のせいで僕の評価が下がってる。本当だよ、下がってるぞダメだよエンジニアっていう言葉をセールスフォースの中で使っちゃったら。